村さん歩いてる。こんな時に畑見るもんなんですか？見るね。あ、見るんですか、あれ木村さんも見てんすよ、たまに。あんまり見ない。見てないじゃないですか。真面目な人は見る。向こう行ったらもうだって帰ってこれないぐらいだから。それ木村さんの畑はこっち側ですよね。そうこっち上から向こうですね。で作業は4月頭ぐらいですか？そうですね、4月頭、もしかしたら3月末始めるかな、そんなにかならないですね。年々早くなってたりするんですか、その作業って。いや、そんなことないです。あ、変わらないですか？そんなに変わらないです。たまに早い年もありますけどね。雪の量もそんなに別に減ってるわけでもないですか？少し減りましたね。あ、ちょっと減ってる。昔もうちょっとあったんですよ。だって杭が全部隠れて2メートルぐらいですか？そうです。全部隠れるぐらいの年もあるんですか？過去に1回だけ一部ね、全部がすっぽり埋まることは今まで経験ないけど、内陸の方はあるみたいです。鶴沼とか。ああ、じゃあやっぱ雪が多いってことですか？いや、このね支柱もう古いやつもあるんですよね。そうですね、結構折れて取り替えて最近出てきました。40年選手もあるんですか？このパイプはないです。パイプはない、さすがに。パイプは30年くらいかな、一番古いの。見れば美味しくなるワイン。どうも、ヒゲ男爵樋口です。今回はですね、第2回目ということで、僕の憧れの、木村農園の木村浩二さんにいろいろお話をお聞きしたいと思います。2年前、2022年に、ちょうど僕は余市町ワイン大使に就任させていただきまして、そこから5月から11月までかな、ほぼ毎月畑に入れてもらって、ブドウ栽培の1年の流れみたいなのを教わってたんですけども、ちょっとねその辺のことも振り返りながら、いろいろお聞きしたいと思いますんで、よろしくお願いします。これがあれですよね、中根さんのところでおすすめされましたけど、日本ワインコンクールで最高部門賞を取ったロゼ、2022。そうですね。これは最高部門賞っていうのはこれ今回初めてなんですか？ロゼで最高は初めてですね。ロゼ含めピノノワールでも最高。あ、そうなんですか？今までで一番評価高いの。最高部門賞だから、ちょっとその反響とかってあったりします？いや、直接的には何も別にないですか？ないですね。最高って銀賞なんですけどね。いや、けどね、それでも最高部門賞ですから。意外とけどそういうのあんま入ってこないですね。いや、おめでとうございますみたいな。何人かから言われたかなぐらいですかね。情報入ってくるのが早い人、ワイン関係者ですけど、なるほどなるほど、付き合いのある人ぐらいですかね。けど三沢さんからもじゃあ。三沢からは直接は何もないですか？何もないですか？最高。会って話した時にはその話も出ますけど、わざわざっていう感じではないですね。なるほど。だってココファームとかは別にそれ出さないですもんね。ここも出さないですね。コンクールはね。出してるとしたら千歳さんですかね。木村さんとこのブドウでいうと、そうですね。ワインでいうと2022っていうのは、僕も収穫手伝わさせてもらいましたけど、ブドウの出来的にはいい年なんですか？そうですね。平均的な感じだとは思うんですけど、なんか毎年結構あれですか？そんなに波はない感じですか？いや、波はありますよ。あります。そんな大きくはないですけどね。2022はじゃあ悪くはない。そうですね。めちゃくちゃいいわけでもないですか？その前の年21年が割といい年だったんで、それと比べるとちょっとそうですね。21年は収量がちょっと少なくて、天気にも恵まれてっていう感じで、22年は割とそうですね。ここ最近の平均みたいな年かな。あとは醸造の方の技術で作り上げてもらったワインだと思ってるんで。なるほど、それぞれ皆さんプレッシャーが、いいブドウは渡しました。どう糖度とかはどうなんですか？
そうですね。最近上がってるの千歳さんに関しては、そんなに変わらないかな。ブドウの状態を見て収穫をするので、まあ多少の前後はありますけど、ある程度一定のものは出荷できてるかなと思ってます。だからピノノワールに関して言うと、まあココファームさんとかもありますけど、まあ最初に収穫するのはスパークリング用のブドウですよね。そうですね。でその後ロゼ用。はい。でスティルのピノノワール。はい。でこれがまあ要は真ん中の。そうですね。でその糖度とかもじゃあ最初はだからスパークリング用だと20度前後で酸をしっかり残した状態で収穫して、で赤ワインにするのにもうちょっと23とか24度まで上げたいみたいで、その24ぐらいまでいくんですか、赤ワイン後半はいきますね。それ収穫はもう11月近いってことですか？赤の収穫が始まるのは10月末っていうか20日あたりから赤の収穫っていうイメージかな。20日から始まるんですか？大体そんな感じですね。もう結構保管とか終わってるとこもありますよね。終わってるとこもありますね。そうだからすごいのがだからね、その木村さんとこの収穫が始まったらそろそろ終盤だって言われるぐらい。ああそうですね。地元の運送屋さんに木村さん来だしたら、ああもうそろそろってもう終わりだなと。はい。でしかもあれですよね。8.5ヘクタールでしたっけ？はい。で収穫だけで1ヶ月。1ヶ月ちょいですね。30日じゃ終わらないですね。毎日やってるんですよね。毎日やってます。それで俺山中さんに、昨日聞いたんですけど、はい。そう今はもうそうかもしれない。昔はだから本当に家族だけでやってたって本当ですか？収穫も。あ、本当です。はい。完全に家族だけで。4人5人で。はい。プラスまあおばさんとか無理やり引っ張ってきて。それで 8.5 ヘクタール。そうですね。最近はちょっと増えたんですか？最近はアルバイトを頼んだり、たまにそれこそボランティアさんとか来てくれたりするので、以前よりはそうですね、楽かな。それいつぐらいまでやってたんですか？すいません。ちょうどそうですね、人を入れようって考えたのがココファームさんと契約したあたりからなんで、その前は少し畑に余裕があって、まだ秋畑もあるような状態で、そうですか。だからなんとか家族だけでできてた部分はあるんですよね。家族だけね広さ。はい。今楽ですよ。もともとその雑果樹っていうかリンゴだとかサクランボだとかそういうものを作ってた農家なんで、それを切り替えていってだいたい醸造ブドウの比率が7割くらいになった時が、リンゴもありサクランボもありってそういう時期もあったんですか？ものすごい大変な思いをしてやってたみたいです。ちょうど俺が収納した頃に、全部そのリンゴサクランボ切り倒してっていうタイミングだったんで。ちょっといただいていいですか？はい。いただきます。いい香り。やっぱ美味しいですね。美味しいですね。どうですか、その毎年飲んでってなんか違いってありますか？ロゼに関しては、そうですね。いや、ずっとこんな感じかなと俺は思ってるんですけど。まあもう高品質というか。そうですね。美味しいロゼですけど、すごい綺麗なロゼですよね。毎回思いますけど。そうですね。ロゼを作るために作ったものじゃなくて、赤ワインをちょっと補強するじゃないですけど、濃くするためにセニエとして抜いた果汁からの始まりなんですよね。最初は。はい。血抜きってやつですね。そうですね。はい。なので、まあいい果汁が出てるのは間違いないんですけど。今もそのやり方でやってるんですか？今もセニエで。そうなんですか。はい。そうなんだ。もうだから変わんないですか？もうずっと飲んでてこのロゼは安定の。基本的に変わらないですね。で価格的にもねこれはねお手頃な。そうなんですよね。はい。結構けどロゼの評判もいいんじゃないですか？今までロゼって甘口が多かったじゃないですか。で辛口がなかったところで、本来ロゼってこういうもんだよねってものを社長が作りたかったみたいで、でこれっていう、甘くないとお食事にももちろんね。そう。いやだからもっとね日本の方がねロゼ飲むべきだと思うんですよね。そうですね。ロゼブームが起こってもいいと思いますし。
もうだからその木村さんとこと、まあ、千歳ワイナリーさんとの関係もね、もう長いですもんね。一番長いですよね、契約してる。そうですね、うちの中では一番長い契約ですね。で木村さんとこが卸してるワイナリー、まあ、千歳ワイナリー、ココファームワイナリー、トワールワイナリー、でノラクラ。まあちょっとずつですけど、ノラクラとまああとちょっと。で今一番長いのが千歳ワイナリー。そうですね。これが何年ぐらいからですか？もう90何年からなんで、もう30年ぐらい。くらいですね。この時は、木村さんはもう収納してたんですか、手伝い？千歳と契約した時はまだ収納してないです。してない。でその収納する前とかでも木村さんとこのブドウのワインは飲んでたんですか？まあ20歳超えてからですけどもちろん。収納する前というか、収納した時には、まあ俺まだ18歳なので。ああ、そうですか。じゃあ収納してからだ。収納してから飲んでる感じですね。ワインが好きで家を継いだわけじゃなくて。そうか、まあ飲む前から。そうですね。それはどうですか？やっぱそのお父さんとかお母さんがやってるのを見て、ちょっとやってみたいと思ったんですか？父が楽しそうにやってたのもあるし。でその収納してから、まあ収納した時はもう千歳さんとの契約が始まってて、で最初の方は聞くところによるとそのめちゃくちゃ酸っぱかったっていう。そうです。それは経験してますんで。木村さんとこのブドウで、まあ要はだからブドウがもういいのかこれっていうブドウでしたから。そんなに。そう。はあ。それでもずっと買ってくれてたというか。そうですね。だ当時のワインはやっぱ酸っぱいしっていう。そうです。ワインにしても酸っぱいし。はあ。やっぱその関係というか、その時からずっと関係性があるから、もう本当。そうですね。多分お互いどっちか辞めるまでは辞めないと思います。千歳さんとは。もうそれだけ深いつながりというか。ずっとやろうかなと思って。まあだからブドウを買ってもらってたっていう。多分これがワイナリー側は見えてたのかな。このワインが。俺全然想像できませんでしたけど。そのやっぱ気候の変動とか。でそっからちょっとずつその要は北海道の気候変動じゃないけど、まあ温暖化みたいなこともあり、でちょっとずつそのねピノ・ノワールもちゃんと美味しいブドウに育つようになってきて、それなんか実感ありました？その栽培してて。2008年に、本当にさっき言った21年よりももっと収量が少なくて、もっと天候に恵まれてっていう年があって、その年に極端にいいワインができたんですよ、やっぱり。2008年。これできるんだと思って、そこをこれにしたいなと思いながら、その2008年からずっとやってるんですけど、なかなかうまくいかないですね。その2008を超える年ってまだ来てないですか？自分の中ではないですね。そんなに良かったんですか？良かったですね。ワインの出来上がりはね、収量少なかったんで、その辺はちょっと。それ収量はどれぐらい減ったんですか？その年は。その年はいつもの半分ぐらいじゃなかったかな、ピノ・ノワールに関しては。それはあれですよね、いわゆるその何でしたっけ、結実不良じゃないけど、そうです。ミルランダージュ。ですね。それは5月とか6月にってことですかな、それになるのって。6月の末から7月の頭にかけてブドウ開花するんですけど、北海道は。そのタイミングで天気が悪いと花ぶるいって実が落ちちゃうんですよね。それ日本で言ったら花ぶるいっていうんですけど。実が落ちて、だから要はいつもなるよりも半分ぐらいしか取れなかった。でその後の熟成期間というか、その実が熟していくタイミングがすごく雨も少なくて、本当にいい年だったんですよね。それがいっぱいついてればって思うくらいいい年だったんですよ。それはもうバラ房ってやつですか、いわゆる。そうですね、バラバラですね。山ぶどうみたいなピノ・ノワールでしたよ、見た感じ。ほんで病気にもなんないし、バラ房だから。そうでその栄養もそこにちゃんといって、なったものは全部いいものになったっていう年でしたね。その年は千歳ワイナリーさんもそうだし、ココファームさんとも契約は始まってたんですか？ココファームさんとの契約、あれどうだったっけ？ 2008 始まってたか
結構前だからね。結構前だから、うん始まってないですね。始まってない。じゃあ始まるか始まらないかぐらいの時かな。そうココファームさんが始まる前でどこに卸してたんですか？どうかあ、千歳と、うんあとジュースにしたり。ジュースにしてたんはい、です酸っぱいブドウなんで、あそうか。熱を入れると酸が飛んでうん甘くなるっていあーうんで、なるほどジュース作ってうんるところに出してたり、あとは2008年にちょうど、あ、そっか、2008年がうんココファームが始まる始まらないって言ってる時か。あそんな時っすか。そのちょっと前に曽我さんがココファームとしてブドウを買い付けに来るメンバーの一人でブルースと一緒に来たのかな。あココファームのブドウとしてはい曽我さんとブルースさんが来て、それが多分2000年の頭、2000年代の頭で、まだお二人がココファームにいらっしゃる時ですよね。そう、そのタイミングで来て、でココファームの契約もある中で多分頭の中でこれここでやろうって思ったんでしょうね。ああなるほど、木村さんの畑見て。で曽我さんのファーストヴィンテージが2008なんですけど、木村、はい、あれがうちのブドウからのスタートで、七つ森の自社畑ができる前に木村さんのブドウを買って、そうですね、そのピノノワールで木村の初ヴィンテージが2008、はいでそこから続いて、12年で終了する予定が、12年が作が悪くて、13年が作が悪くて、もう1年ちょっとっていうことで、13年が自分の畑とうちのブドウとで両方が存在する幻のたった1年だけ。いやそれだから、中根さんとこ行った時に、バックヴィンテージのコレクションあるじゃないですか。でこの前また見せてもらってたら本当にだから木村が2008から始まって、2008、2009、2010、2011かな、があって12がないんですよ。12が七つ森かな。いや13から七つ森なんですよ。いやそれで13が七つ森と木村があったんですよ。そういやちょっと見てくださいこれ。いや俺12あるんだと思って、いや俺もだから木村さん聞いてたから、あれと思って、あれ12あるじゃんと思って、12が初ヴィンテージ木村の初ヴィンテージが13のはずです。ねと俺も思ってたんです。七つ森がね、七つ森が13のはずだったんですけど、それが中根さんのとこにあったんですよ。と思って。じゃあ12も取れてたんだね。そうで12取れてたけど13が多分やばかったんでしょ。そうちょっと待ってくださいね。いやそれ見た時におおと思って、だから中根さんのとこが博物館じゃないけど、2009でしょ、2010、2011、木村、2012、七つ森なんですよ。で、ここの年の木村ないんですよ。あれなかったか。いや、だから中根さんとこ、中根さんが持ってないかっただけかな。いや、わかんないですけど、これで、10、11、13が七つ森あるでしょ。これで、さっき言ってた、13の木村があるんですよ。そう。あれ12年出してなかったっけ？ね、いやだからもしかしたら少なくて、いやけど中根さんのとこだったらあります？いや出しちゃったのかな。誰かに売るんじゃなくて。12高彦さんも作ってないはずだわ。でしょ？作ってない。12作ってない。12が七つ森のファーストヴィンテージってことですね。そうですそうです。それで多分この年があんまり多分取れなかったから木村さんのが OK して。じゃあ今年までだぞって、本当はここで終わりだったけどってことでしょ。いやその辺がだからね。木村の12はない。ですよね。ないですよね。最初からもう作ってないっていうか、もう11までの契約。高彦さんと木村さんの。だから12はですよね。だから13が特別に木村がある。だからここだけなんですよ、この2つを飲み比べられるってのは。幻のかもしれないよ。七つ森と木村を飲み比べるのは多分もうここしかないんじゃないですか。これいつ出すんですか？どっかにないの？いやないでしょ。それ以外ストックはないですよ。それ以外はストックはしてないですか？いやこれだから相当貴重ですよ。もう本当取られないようにしないと。いやもう誰でも入れちゃダメですよ本当ここ。そっか。いやこれはもう
本当貴重な。で、それを木村さんに聞いて、おそらくまあ高彦さんに聞いても、どうだっけなみたいな感じになると思うんですよね。10年前だもんね。10年も前。皆さんやっぱり、ね、記憶がね、ちょっとあれなんで、木村さんちょっとね、あれそうだっけみたいな。で、見せたら、本当だみたいになってましたもんね。ましたね。いや、それ中根さんが買い忘れてるわけないですよねみたいな話をしてて。もうそう12は木村はない。元からない。ですよね。そうそう。皆さんだからもう結構10年以上の前の話だから。これだからほとんど道内だけでないかな手が終わったの。2013の木村。道内だけでないかな。そうっすか。いやだからここがだから要はテロワールじゃないですけど木村農園と、まあね若木ではあるけど七つ森がどう違うのかっていうのすごく興味ありますね。いや、これで、そうだ。で、たまたまジジやババや。で、この前行った時も、2012の七つ森を2本出しちゃったって言ってたんで。そう。だから、七つ森はやっぱりあったんだ。あったんですね。下手したら1年あれなんですかね。12からもう独立ってなってたけど、13がダメだったんですよ。いや、この辺の記憶が皆さんね、結構曖昧ですね。曖昧なんですよね。そう、高井さんもなんか木村さんと同じようなこと言ってた記憶あるんですけど。そうでだからあれですよね、まあその、高彦さんが木村さんのブドウを、でそれがあれですよね、もともとその古い区画というか、そうですね、まあ今でいう樹齢40年ですけど、当時はまあ30年弱ぐらいのブドウを使って木村でやってて、そうですね、で七つ森で独立というか自社畑でやりだしたけど、ちょっと、まあ、13年が不作だったんですかね。灰カビにやられてっていう話そうですね。それで木村さんのところでブドウをまたね下ろしてというか、それで幻の年ですよね。その13年がそうですね。両方あるっていう。両方ある年。それって飲んだことあります？いや両方飲んでます。飲んだんですか？それどうでした？そんなに変わらない。大きな違いは感じなかったかな。でもブドウが違うとこうなるんだぐらいですかね。まあね、その樹齢も違いますけど、そんなにけどめちゃめちゃ違うって感じはしなかったですか？割と多分ワインって醸造家さんのね、技術が大きく出るのかなと思うんで。であれですよね、2008年そのめちゃくちゃいい年だった、まあ収量は少ないけど、まあ要は千歳ワイナリーさんのワインがまあ一番今まで良かったっていうぐらいピノノワールが2008年、いい年でしたね。いい年で、その時からまあ引き継ぐというか、それぐらいのタイミングでしたっけ？たまたま2008年に、の1月に、父から計上して畑を受けて始めた年だったんですよ。そうかその前、そうか、そのブドウができてからじゃなくてブドウができる前です。なんで、自分としては経営としては初年度なわけですよ。それでそんなブドウできちゃったら、いやあと怖いなってちょっと思ってたんですよ。いきなりスタートがビギナーズラックじゃん。まあその前からやってますけど、ちなみにその2008はまだ誰かどっか持ってる？木村さん持ってるんですか？もう持ってないです。飲んじゃったんですか？飲んじゃいました。もったいないな。いやだってそれぐらい良かったら、多分余裕でまだいけますよね、ポテンシャルというか。多分おそらく誰か持ってる人がいれば。千歳さんとか行けば持ってんのかな。あるかな。まあ売ってはねくれないでしょうけど、いやけどそれいつかまた持ってればね飲んでみたいですよね。そうですね。2008は。すげえ。その辺からもうだんだんその平均的にじゃないですけど、その良くなってきて。急にだから9年も10年も割といいんですよ。じゃあ本当にその2008のちょっと前ぐらいまではまだまだ酸っぱい。でもそこまでではないかな。もうだいぶ変わってきてました。そうですね。急にって違うなって感じたのが2008年で。その前のその前の年か。7、6、5、3年のブドウをできたワインをブレンドしたものが出てたりとか、それも結構美味しいんですよね。ないんです。トリニティって言ってマグナムで出してた。マグナムボトルで。
数量限定でしたけど、ね、うん、山梨の方でブレンドしてうん作ったものがあって、それも面白かったですね。へえ、それピノノワールですか？これピノノワールです。でなんかそう木村さんのお話をずっと聞いてると、でも2008って結構余市にとってね結構転機なそうですね。年というか、まあその木村さんのところのそのすごいピノノワールができたっていう年でもあるし、はい、まあ高彦さんが初めてうん、キュムラを使ったのも2008だし、そうですね。なんかねそう転機というか、うんうん、どのワイナリーさん農家さんも2008は良かった、あ他の畑も、はあ、あそうなんですね。そうです。うちだけ別に特別に良かったわけじゃなくて、みんな良くて、っていう感じですね。そのもう2008の時点では、はい、この木村ビンヤードっていう名前は入ってたんですか2008どうだったっけな。いや2008年多分入ってないですね。あ入ってないんだ。入ってないんだけど、うん、山梨ラベル使ってくれたんですよ。ほう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 、グレースラベル。ああグレースの、うん、確かそれはやっぱ出来がいいからってことですか？出来がいいからって確か山梨ラベルで作ってくれたんじゃなかったかな。もうちょっとうる覚えですけど、まあね、そんな記憶があります。古いからね、その、はい、昔の話。それまで北海道の絵だとかなんか、うんね、そういう感じのなんかお土産ワイン的なラベルだったんで。あ、それまでは。うん、それまでは。これけどやっぱそう木村ビンヤードっていう名前が入ると、はい、やっぱちょっとなんか、まあちゃんとやってるけど、ビシッとなりますね。なりますね。あ、やっぱなります。ちゃんとやらないとって思います。名前入ってると。やっぱ嬉しいですか？そうですね。嬉しいというよりは責任感というか。責任感の方が強いかな。まあ今で言うとね、結構その畑名とかその農家さんの名前が入ってるワインもまああるっちゃありますけど、はい、当時はそんなまだ。いや、うち割と遅い方ですよ。あ、そうなんですか。じゃあ北海道ワインとかでは結構名前入ってたんですか？そうですね、もともと名前。田崎さんの名前とか。北海道ワインが一番早いのかな。インパクトありましたよね、感じてた。ね、田崎さんのフルネームで。へえ、あ、そうなんですね。いやで僕は本当にね、千歳ワイナリーのワインもそうですし、ココファームとかのピノノワールとか飲ませてもらってたんで、本当憧れの畑というか。で僕本当聞いたことあるのがピノロゼ。ココファームワイナリーの、まあ、ピノノワールのロゼ、木村さんのロゼ、ピノノワールですけど、このピノロゼを飲んで、2人会社辞めてワイナリー始めたって人知ってるんですよ。本当に木村さんのこのブドウでできたワインで人生変えてるんですよ。すごいですね。ピノロゼあれなんですよね。あんまりピノノワールのいい年じゃなくて、色あんまり出なかったんですよ。で親父が思いつきでロゼにしたらワンって言ったのがブルースマンに受けてやっちゃったっていうのがスタートじゃなかったかな。正さんの発案でってことですか？そうですか。確か。すごい、それ初めて聞いた。でそれからなんか試しにリリースしてみたら人気出ちゃって、それからずっと続けて作ってるっていうのがココファームさんのピノロゼですね。すごい。いやほんでそれぐらい本当にね、本当これぐらいグラス一杯の液体で人の人生を変える飲み物って怖いですね。いやけどそのブドウを作ってる木村さんですからね。ほんであれですよね、その前ちょっと聞いて面白いなと思ったのは、2008年から畑引き継がれてますけど、メインでね浩司さんがやってて。